に敵、倒しきれないですよ。最高です。健介様。いつまで寝てるのら、さっさと起きるのら。どうしたんですか、トトさん。まだ夜明け前ですよね。こんな朝早くから何の用ですか？そんなわけないのら。だったらもっと遠慮なく叩き起こすのら。もしかして。はい、この間武田家の皆さんとお話しさせていただいた時、一日をどう過ごしているのかっていう話になりましてね、コロちゃん。で、機会があったら同行させてもらうことになってたんですが。もしかして今日ですの？聞いてませんわよ。そんなの日頃のことなんだから、予告なんてないのは当たり前なのら。さて、支度を済ませてさっさと行くのら。お役目はたくさんあるのらよ。こんな時間からですか？当たり前なのら。武田家の朝は早いのら。お願いした以上はお付き合いせねばなりませんわね。イオさん、コロさん、支度いたしましょう。そうですね。よかったら健介様も一緒にどうですか？いい機会なのら。新田健介も少年を叩き直してやるから来るといいのら。すみません。私とシノはちょっと。健介様が行くなら、あやなも行くですよ。かよはどうするですか？私もちょっと勘弁。昨日シノさんたちを手伝ってて。大丈夫なのら。健介様。すみません。私たちも支度をしますので、健介様はちょっと。嫁なのに恥ずかしいのら？お嫁さんでも恥ずかしいものは恥ずかしいですよ。あたりのケイラなのら。お
夫殿もご一緒か。おはようだぜ。別に早くなどないよ。この程度は日課のうちにござる。日課？早番とかそういうわけじゃないんですよね。こんなのいつものことだぜ。でも今日は人数多いから隊を分けた方がいい気がするんだぜ。隊？訓練でもするですか？朝の警らですよ。この辺りは山がちな地形ですから、この時刻は警備を厳しくしておかないと。なるほど。夜打ち朝がけは武士の習いと言いますものね。なら適当に分けるといたそう。トト、ついてこい。了解なのら。じゃ、あたいはココトだな。ケンスケ様たちはどうなさいますか？恨みっこなしだよ、みんな。分かってるよ。受けて立つのです。ではいざ。朝からハニーと一緒だなんて幸先がいいですわ。もちろんですわ。旦那たち遅いんだぜ。もっと急がないと春日たちに負けちゃうぜ。競争じゃないよ、コナちゃん。そりゃまあそうだけど、こんなの歩いてるのと変わんないんだぜ。そうですね。いつもはこの倍くらいでしょうか。倍ですの？けれどこれだけの速さ、アヤナさんはいいとして、ヒヨさんとコロさん大丈夫ですの？おーい旦那。旦那、なんで鉄砲なんか持ってきてるんだ？用心って、そんなの弓で十分なんだぜ。旦那もちょっとは練習した方がいいんだぜ。鉄砲なんか使ってたらあっという間にお金がなくなっちゃうぜ。そういえば川中島でも随分撃っていましたけど、織田家はそんなに玉薬に余裕があるんですか？川中島は特別ですわ。あの玉薬のほとんどは長尾家からの持ち出しでしたし。健介隊で織田家ではなくて？玉薬を持ち出しで？へえ、健介隊はお金があるんだぜ。でも玉薬なんてすごいお値段しますよね。この辺りでは玉薬一発分でどのくらいしますの？一発分だぜ。なあここ。そうですね。大まかな計算ですと、
一発でしたらだいたい100問ほどでしょうか。100問ですの？はい、それが？あまりにも想定外でしたわ。少し高めにおっしゃいます？そうですわね。どうかなさいましたか？で、旦那たちは一発どのくらいで撃ってるんだぜ？そうですわね。20問ほど。うわっ、どこからそんな値段が出てきたんだぜ。なんで貝の方が5倍もするんだぜ。確かに貝は山国ですから堺の品などは割高になりがちですが。だったら鉄砲本体は？40貫。そちらではどのくらいしますの？御用商人に命じて買い付けに行かせても1丁あたり150、60貫は。随分しますのね。っていうか、なんでそんなに安く買えるんだぜ。堺が近いからだと思いますけれど。近くに大きな港があるって便利なんですね。分かってはいましたけど想像以上でした。尾張からだったら上洛するのも近いんだぜ。おかえりなさい。ひよさん、コロさん、どうなさいましたの？春日とトトについていけなくてぐったりしてるだけなのです。日も出ないうちから朝がけなんて無理ですよ。私もいくらなんでも。あやなは頑張ったのですよ。当たり前なのです。今日はライブ手加減してやったのら。あのくらいでタケラに追いついたと思ったら大間違いなのら。次は負けないのですよ。私は朝ごはんの支度に行ってきます。だったら私も手伝います。でしたらお願いします。健介様からコロさんは健介隊一の料理上手だとお伺いしていますし。ちょっと健介様？ええ。それは合ってます。もうなんでそういうことばっかり言って回るんですか、健介様。ではこちらですよ。もう
うちょっと休ませてください。休んでいる暇などないぞ。一人一本あるんだぜ。これで何をするんですの？何って畑仕事に決まってるのら。尾張ではどうだか知らぬが、甲斐では自分の食いぶちくらいは自分で作らねばやっていけぬぞ。しっかり働け。あんまり大丈夫じゃないです。いえ、畑仕事は子供の頃から慣れてるから平気なんですけど、あれだけ馬に乗った後っていうのがちょっなんだ、尾張の兵はだらしないんだぜ。と。尾張の兵がだらしないんじゃなくて、武田の将がすごすぎるんですよ。そんなの当たり前なんだぜ。でも私より綾菜ちゃんや梅ちゃんの方が。そんなへっぴり腰じゃ畑なんか耕せないのですよ。そんなこと言われましても、私こんなもの触るのは初めてですのよ。ほほ、三河のはなかなか見どころがあるではないか。綾菜も国元じゃ畑を耕してたのです。このくらいどんと濃いですよ。ありゃー。そうかそうか。だがお主はダメだな。そんなへっぴり腰では起こせる土も起こせんぞ。もっと腰を入れい。クワを使うのが苦手ならトトと一緒に草取りをするですよ。わかりましたわ。健介様、何か嫌な予感がするんで、私も梅ちゃんをお手伝いしてきていいですか？お前、何してやがりますか？これ雑草じゃありませんでしたの？なんでライコンと雑草を間違えられるのですか？だって大根の葉っぱなんてお台所以外で見たことありませんでしたもの。まさかこのように生えているだなんて。大根も知らないやつなんて初めて見たんだぜ。夫殿、尾張の武人はあれが当たり前なのか？はあ、あたいらには当たり前でも知らないやつは知らないことってあるんだぜ。これ元通りに埋めておけばよろしいんですの？いいわけないのです。兄、私もう限界ですわ。私もです。なんだなんだ、だらしないぞお主ら。少しは綾菜を見習わんか。無理ですよ、そんなの。綾菜さんは見習おうにも私たちとはあまりにも違いすぎるような。今日のご飯は
私はお手伝いしただけだよ。そんなことありませんよ。いろんな料理のお話が聞けてとても楽しかったです。恐縮です。もうご飯なんて喉も通りませんわ。まあ、よろしいんですの？なんだか得した気分。こらこら夫殿、そうやって夫の側が甘やかしては強い兵は育たぬぞ。私も。火はずるい。あやなも食べさせてほしいのです。まあ家のことはそれぞれというわけか。案外こういうところが健介隊の強さの秘密なのかもしれませんね。食べさせてもらうなんて甘ったれなのです。いいのです。もうあんな屈辱はごめんなのです。兄。そうだ、ご飯を食べたらどうするんですか？今日は用事も落ち着いておるし、昼まではひたすら鍛錬だな。鍛錬？これからまた体動かすんですか？やった！鍛錬ならあやなは大得意なのです。いやな、尾張の兵が弱卒という噂も報告では聞いていたが、これはさもありなんとな。返す言葉もないです。弱いのは私たちだけで、強い人はすっごく強いですよ。であれば普段は何をしておるのだ？私たちの一日ですか？セツラが山野を駆け回り体を鍛えている間、お主らは一体何をしているのかと思うてな。そうですね。城のお役目をしたり、鉄砲の訓練をしたり、位置を回ったり、そのくらいですけど。鉄砲？確かに健介隊には鉄砲は多いが、そんな訓練ができるほど玉薬に余裕があるのか？尾張だと鉄砲も玉薬も貝の4分の1もしないらしいんだぜ。なんと！へえ、都も堺も行ったことはありませんけど、さぞかし賑やかなんでしょうね。甲府の位置とロッジが賑やかですか？ああ、あれか。甲府でも5本の指に入るお祭りなのら。そうですね。私もコナちゃんと行きましたけど、今年も人出は多かったですね。すごかったんだぜ、あんな賑やかな祭り。ロンラケットが多いんですか？ちょっとした縁日になると通りが人で埋まっちゃいますよね。ちょっと想像つかないんだぜ。あとはこの辺と違うところって言えば、海の魚がたくさん食べられるところでしょうか。海の魚って干物しか見たことないですよ。それは素直に羨ましいんだぜ。貝は海がありませんからね。川魚も食べる機会はそれほど多くありませんし。
どうしたんですか、梅ちゃん。いえ、私、上洛の途中で織田の陣に加わりましたから、尾張って行ったことがありませんの。あやなも。トトたちと同じなのです。堺は何度か行ったことがありますけれど、どちらが賑やかですの？ええ、クオン様のお育てになった町ですし。おいおい、まだ上があるんだぜ。待たれよ夫殿。尾張で人がいっぱいだというなら、堺ともなると通りが人で溢れてしまうのではないか。南蛮のお菓子や珍しいものも尾張よりずっとずっとたくさんありますしね。お菓子、珍しいもの。私たちも1回しか行ったことないですけど、びっくりしっぱなしでした。世の中はまだまだ広いということか。歩き巫女や草からの報告は聞いてたけど、こんなにびっくりしたのは初めてだぜ。本当ですか？圭介様、私たちもまた堺に行きたいです。でしたら、その時は私が堺の町をご案内して差し上げますわ。あたいたちも案内してほしいんだぜ。もちろんですわ。この蒲生中三郎増秀にお任せくださいまし。さて、ならばこたびの上洛を成功させるためにも、飯を食い終わったらしっかりと鍛錬だな。わかったのら。おうだぜ。そうですね。任せるのです。もう鍛錬